ボイストレーナーのつるさんです。今回の動画はですね、SnowMan SBY ミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。今回の動画なんですけど、SnowMan SBY のミュージックビデオを見ての歌声分析。去年の12月にですね、SBY のライブバージョン、SnowMan がですね、生配信をした際に生パフォーマンス動画を公開したんですけど、それの歌声分析動画を公開したので、ミュージックビデオが公開されてから、すごく悩んだんですよね。スノタンの皆さんにとって、くどいかなとか思ったんですけど、撮ってみてから公開するか決めようと思って、とりあえず撮影したんですよね。いや、撮影して正解でした。SBY ライブバージョンはもちろんめちゃくちゃかっこいいんですけど、今回のミュージックビデオ、またライブとは違った魅力が満載ですし、最後の最後でですね、ものすごい仕掛けがあったことに気づいたんですよね。これは多分気づいてるスノタンの方少ないんじゃないかなっていうふうに思ってしまうぐらいさりげない仕掛けだったので、なんだろうっていうふうに思ってくださった方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらなというふうに思います。というふうにいろいろ話しましたが、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、二重になりますが、最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan SBY ミュージックビデオ歌声分析 GO！ うわー、もうしょっぱなから美しい映像ですね。あ、そう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 。やっぱりね、ライブ映像もめちゃくちゃかっこいいんですけど、ミュージックビデオはですね、ものすごい美しさが際立っていますよね。いや、もう最初の段階で背中がね、ゾワゾワっていうね、鳥肌が立ってますよ。感動しちゃって。続きいきますよ。おい。いいね。この画角がね、カクってこう斜めになって、で、また動くっていうね、なんか面白いアングルですよね。いや、どんどん先を見たくなる魅力満載。さあ、目黒さんの歌声ですね。行ってみましょう。いいね。たまらないですね。ライブ映像の目黒さんの歌は、優しい歌声の中に力強さを感じたんですけど、ミュージックビデオはものすごく優しさ 100% っていう感じの歌声ですよね。踏み出せたのはいつも、みたいなね、この囁く感じの目黒さんの温かい気持ちが込められた歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いやー、たまらないですね。で、声の出し方的にはですね、胸で作られた声、胸腔共鳴の歌声の響きをですね、全部鼻に入れている。こんな感じですね。胸で作られた声っていうのは声の太さ、たくましさを表現しますし、鼻で作られた声は声に艶っぽさだったり、温かさ、あと声質には関係ないんですけど、高い声を出すときはですね、声を鼻に入れるイメージで歌うと、すごく出しやすかったりします。次いきますよ。いいね。やっぱりね、深澤さんのこのストレートな声質たまらないですよね。で、かなり高い音域なんですよ。もう高音域って言われる音域のですね、入り口ぐらいの音の高さのフレーズかなって思うんですけど、すごく力が抜けていて、リラックスした雰囲気が伝わる声。めちゃくちゃ心に響きますよね。もう一回聞いてみましょう。
で、深澤さんはですね、口の中の声の響き、口腔共鳴という声の響きをメインで使った歌声です。普段喋る時に近いような雰囲気の歌声なんですけど、そこをメインにして、深澤さんもですね、少しだけ鼻に入れてるかな。かけがえのない。こんな感じかな、僕がやると。いやー、たまらない。次行きますよ。いいね。やっぱり目黒さんの一つ一つの音を大事にまっすぐ伸ばす歌い方。これね、僕大好きなんですよ。そして強さ、おのこのおの部分。ここをはっきりと発音している。これ目黒さんの歌い方の特徴の一つかなっていうふうに思うんですけど、おの発音の仕方も僕すごい好きです。もう一回聞いてみましょう。ライブでは結構大げさに強さをみたいな感じで歌ってたんですけど、ミュージックビデオの方では強さをっていう風にライブよりははっきり発音はしていないんですけど、この母音がおになった時の喉の奥の開放感がですね、僕はすごく好きですね。すいません、ものすごく細かいことを言ってしまって。喉の奥を広げて歌う発声法はですね、クラシックとかオペラでよく使う歌の基礎的な部分なんですけど、この声を使ってるってことは、目黒さんの歌声の基礎力、相当高いと思います。次行きますよ。いいね。ラウールさんの甘い感じの声もすごく魅力的ですよね。で、この声はですね、口と鼻、こちらの声の響きがメインになってるんですけど、比重はですね、鼻の方に来てるかな。ビルの窓から見える世界みたいな。僕がやるとこんな感じの歌い方になるんですけど、ラウールさんのね、この甘い雰囲気が、すごくこうね、多分女性だったらキュンキュンしちゃうような雰囲気だと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。いいですよね。で、ラウールさんの喉の状態なんですけど、日常会話で使ってるぐらいのナチュラルな感じの状態かな。目黒さんは喉の空間をぐわっとね、こう広げて、あくびの状態の喉で歌っていたと思うんですけど、それに対してラウールさんは普通に今ね、こうやって僕が喋ってる時の喉の状態、この状態で、ビルの窓から、みたいな感じで歌ってる雰囲気を感じますね。次行きますよ。いいね。やっぱりね、岩本さんは、声もめちゃくちゃかっこいいんですけど、リズム感が半端なくレベル高いですよね。声の出し方的には男らしさとかかっこよさを感じる胸の響きが中心なんですよね。なので声の雰囲気めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、そのかっこいい声をさらに全体的に音を短く切るテクニック、スタッカートを使ってかっこいい躍動感が出てる雰囲気に仕上げてるんですよ。もう一回聞いてみましょう。駆け上がる僕らのルー。こんな感じかな。いや、岩本さんみたいにね、あんなにかっこよくは僕は仕上げられないですけど、いや、素晴らしいポイントですね。次いきますよ。温かい。安倍さんはザ・優しさって感じの歌声ですよね。そしてこの無表情で歌っているのがものすごく歌声に雰囲気を出している要因の一つかなっていうふうに僕は思っていて、僕が何曲か SnowMan の歌声分析をした時の安倍さんの歌声の印象って明るくて優しくて温かい。これなんですよね。で、その時に安倍さんはいつも笑顔で歌ってるんですよ。で、顔の表情と歌声ってすごくリンクするものがあって、明るい顔で歌うと明るい声になったり、悲しい顔で歌うと悲しい声になるっていう表情が表す感情がそのまま歌声に乗っていくっていうかね。でも今回安倍さんここのポイント無表情で歌ってるじゃないですか。歌声は柔らかくて温かいんだけど、そこに無表情っていう感情を乗せることによって、すごくこうイメージが逆に膨らんでくるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。運命を変えるみたいな感情表現の系統としては
悲しいとか切ないとかそっちの気持ちがこもった歌声に該当するんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですけど、ただ歌詞の内容は運命を変えるポジティブな意味合いじゃないですか。この声質と歌詞の持つ意味合いのギャップがですね、いろんな想像をこうかき立ててきますよね。素晴らしい。次いきますよ。いいね。未完成をここのここですごく僕の中でお気に入りポイントなんですよね。先ほど言ったおの発音から、で、もう一つまた発音の話なんですけど、このを発音する前にちっちゃいうが入ってるんですよね。でも音的にっていう風に繋がってるから、の子音入れられないじゃないかっていう部分なんですけど、ここでみたいなニュアンスで目黒さん歌ってるんですよね。この歌い方がですね、言葉の輪郭をはっきりさせるテクニックなんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。大げさにやると、ってなってますよね。いや、これしっかり歌詞を見直して考えないとできない発音の仕方だと思います、僕は。こういうところも演技の経験とかが生きてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いや、最高ですね。ものすごい細かいところまで考えて歌ってるんですよ、目黒さん。次行きますよ。いいね。やっぱり渡辺さんのこの力強い歌声のビート感すごいですよね。これは子音の使い方と渡辺さんの得意技だと思うんですけど、しゃくりっていうテクニックがすごくいい影響を出してるんですよね。子音を強くすることで、その強くした部分の音がアクセントって言われる強い音になります。で、子音を強くしていないところが今度弱い音になるんですよ。で、強い音、弱い音っていうのが生まれることによって、フレーズ全体に躍動感がまず生まれます。そして、渡辺さんの使っているしゃくり。しゃくりって、みたいな、こう、下から目的の音までしゃくり上げていくテクニックなんですよね。で、このグイって上がる音の動きがですね、フレーズ全体に疾走感を生み出してくるんです。子音を使っての躍動感としゃくりを使っての疾走感。この二つが渡辺さんの歌声にはしっかりと表現されてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ララ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 ラ大げさにやるとこういう音の動きになってるんですよね。で、しゃくりを入れないと、ララ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 、こういう雰囲気になります。で、渡辺さんみたいにしゃくりを入れると、ララ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 、微妙な違いなんですけど、疾走感が全然変わってきますよね。これが渡辺さんの歌声のよく聞かないとわからないテクニックなんですけど、最高にかっこいい部分なんですよね。そして高い音域なので、ミックスボイスって言われる、地声と裏声の中間の歌声って言われる、ものすごい高等テクニックで歌ってるんですよ。ここはね、すごいポイントですよね。次いきますよ。いいね。やっぱだって様の声も好きだな、僕。二つに一つみたいなね。こんな感じの体の使い方なんですけど、どういう風に今体を使ったかっていうと、こう胸に声を押し付けるような感覚を使って、その声を鼻に入れてます。で、胸に押し付ける声ってどういう声かっていうと、みたいな、ここに声帯ってものがあるんですけど、声帯がですね、こう閉じてる状態って息が出てこないんで、声出てこないんです。で、これがですね、声が出るギリギリのこういう感じわかるかな？これがくっついてて息が出ない状態だとすると、ちょっとだけこう隙間が生まれるみたいなね。これを歌の専門用語では声帯閉鎖って言うんですけど、こう声帯が閉じる、閉じないってあって、閉じてる状態が声帯閉鎖。これを閉じるか閉じないかギリギリぐらいの力加減の状態にするんですよね。で、息を出すと、その息の風圧でちょっとだけ声帯が開くみたいな喉の状態を
舘様は作ってるんですよね。で、その声を鼻に入れて、力強さと艶っぽさ、この両方を表現してるポイントなんですよ。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。なかなかこの声の出し方ができる歌い手さんもね、少ないと思います。僕は舘様、相当歌のレベル高いと思います。もっといろんな人にこの歌声の凄さを知ってほしいなっていうふうにも思ってます。次いきますよ。かっこいい。そう。このターンのところがね、僕一番好きですね、佐久間さんの。で、佐久間さんのね、この美しいハイトーンも、さっきの渡辺さんの時に言ったミックスボイスっていう声を使ってるんですけど、それプラス、鼻の響きで歌声の艶っぽさ、美しさですよね。で、美しさを表現するためにもう一個実は佐久間さんテクニックを使っていて、ヘッドボイスって言われる声です。日本語では頭部共鳴って言ったりするんですけど、声のイメージをですね、今までは鼻に通すとか、そういう感じで言ってたんですけど、そこから頭の先までイメージをこう延長させて、空までこう突き抜けていくようなイメージで出す発声法なんですけど、佐久間さんこれを使ってるんですよね。で、ヘッドボイスの声の成分が歌声に混ざった歌い手の声ってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、ちなみにヘッドボイスなんですけど、僕の場合は裏声で使うことが多いです。基本裏声でヘッドボイス使うアーティストさんが多いかな。例えば裏声でヘッドボイスを使わない裏声。こういう感じです。で、ヘッドボイスを使うと、こういう感じ。動画で伝わるかな、この響きの違い。ヘッドボイスを使わないと、割と、こう、ふわっとした感じが出てる裏声っていうか。で、ヘッドボイスを使うと、裏声の中にこう、芯ができて、こう、突き抜けていくみたいな感じの雰囲気に変わったと思うんですけど、この後に出した声の成分をですね、佐久間さんは地声、ミックスボイスに取り入れてるんですよね。素晴らしい。次いきますよ。いいよね。向井さんの歌声もね。こう、ハスキーな歌声の中に無邪気さを感じるっていうか、すごく魅力的な声だと思います。で、向井さんも口と鼻中心の声の作り方で、発声法的には佐久間さんに近いものがあるんですけど、向井さんの場合はですね、その口と鼻で作られた声を前方向に向かって出すイメージで歌っているんですよね。で、声っていうのは出す方向によって歌声の力強さが変わってきます。前方向に出すと力強い声になりますし、で、顔を分度器としてイメージして、0度の方が強い声、そして180度に向かうにつれてどんどん柔らかい声に変わっていくっていう習性があります。で、今回ね、向井さんの場合は、まっすぐ、ちょっと上かな、20度ぐらいの角度っていう雰囲気の歌声だと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。この高音の部分とかは特にもう10度ぐらいまで下がってるかな。前方向のイメージが強い歌声だと思うんですけど、いや、かっこいいですよね。次いきますよ。いいですよね。ここはね、目黒さんの締めのワンフレーズ。口の奥から喉を広げて、全部今ね、鼻に入れてる感じの声かな。で、ウィスパーボイスで柔らかい雰囲気だったり空気感を表現したフレーズ。感じながら、みたいな、こんな感じの雰囲気だったと思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。最高ですね。じゃあ岩本さんのメロラップ部分いきましょう。かっこいいですよね。このノリがね。誰かの隣で、こんな感じの体の使い方で出してる歌声かなっていうふうに思うんですけど、で、ピンときてるスノタンの方いらっしゃると思います。どういう風な響きの声がメインになってる歌声なのか。
そうです。胸腔共鳴ですね。胸で作られた声を中心にして、その声を口から出しているみたいなイメージの歌声です。そしてここもメロラップだと思うんですけど、僕は。音数が多くてスピード感のあるフレージングだと思うんですけど、で、ここでリズム感を表現するために軽くなんですけど、スタッカート気味に歌ってます。もう一回聞いてみましょう。えい。音が速いところとか特にスタッカートを入れてるかな。タカタカタッタララ、タカタカタッタララみたいな。前半スタッカート、後半は割とこう、スタッカートを使わず歌ってるっていう風な流れのポイントだったと思います。次いきますよ。うわ、色っぽいですね。形のない、目に見えない。こんな感じかな。でももっと全体的にウィスパーボイスが入っていたような感じだと思うんですけど、鼻が中心なんですよね。こんな感じの音色をですね、ラウールさん使っていたかなと思います。もう一回聞いてみましょう。形のない。ここでウィスパーがすごく入ってるんですね。で、次の目に見えないはウィスパーを入れないっていう感じ。いや、あそこのワンポイントで入ってるウィスパーがすごくいいですよね。次いきますよ。いいね。いいね。ラウルさんの甘くて色っぽい雰囲気からストレートな深澤さんの歌声。この流れ超いいですね。口の中の空間の響きがメインの歌声ですよね。で、ここの深澤さんのポイントはですね、あえて音の強弱の粒立ちを一定に整えてるんじゃないかなっていうふうに思います。この表現をすることで、歌のストレートな雰囲気がですね、なおさら際立って聞こえてくるというか、もう一回聞いてみましょう。おい。そうですね。音の強さは一定なんですけど、リズムのノリを表現するためにちょっとだけスタッカートを入れていたかな。勝ちだとしたみたいな感じの歌い方だったかなと思います。次いきますよ。さあ、かっこいい。そう、向井さんのね、ここのポイントも僕ね、大好きなところですね。ハスキーで無邪気な感じの声質が、この軽快なフレーズにですね、すごくマッチするんですよね。こう、弾んだニュアンスと、向井さんのこの無邪気な雰囲気が心地いいというかね。もう一回聞いてみましょう。いい。何回聞いてもいい。誰も見たことのない世界。こんな感じのね、僕がやると声になるんですけど、もうちょっとね、向井さんの歌声は魅力的なね、ハスキーな部分が混ざってくると思うんですけど、いや、最高にかっこいいですね。次いきますよ。ここの佐久間さんの歌声めちゃくちゃいい意味で可愛いですよね。ここはあえて今までの佐久間さんの歌を歌う時の喉の状態からちょっと空間を狭くしてるんですよね。そうすることによって歌声がですね、幼い感じになるんですよ。喉を広げた状態で歌うと他でもない僕ら微細になるんですけど、これで喉の空間を締めて歌うと、他でもない僕ら微細。声が細くなった分、幼さが出てきたと思います。佐久間さん、ここのポイントはですね、その喉の使い方をしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。トリプル A のニッシーさんだったり、ダイスの花村さんみたいな感じの声の使い方かなっていうふうに思います。めちゃくちゃ高等テクニックですね、この声は。次いきますよ。いいね。なんかここの声質の世界観のリレーがですね、めちゃくちゃ魅力的ですよね。向井さんの無邪気な感じから、佐久間さんの幼い雰囲気になって、で、最後の舘様の男らしいたくましい感じ。いや、ここも魅力たっ
ぷりですね。もう一回舘様のパート聞いてみましょう。夢の始まり。もうこのぐらい胸腔共鳴の響きを使って男らしさを全開に出した歌声ですよね。いや、舘様も歌声の表現のバリエーションめちゃくちゃ広いですよね。次いきますよ。ここでちょっと明るい声の雰囲気が入ってきてますよね。レコーディングの時に顔の表情が笑顔の状態で歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。僕のよく知ってる阿部さんの魅力的な歌声のポイントでしたね。もう一回聞いてみましょう。音もね、しっかりまっすぐと伸ばしていて、このね、ストレートに歌ってる感じが魅力的ですよね。ビブラートで余韻を一切出さないフレーズ。歌の難易度的には、安部さんが今やってるような、まっすぐ一つ一つの音を伸ばす歌い方の方が難しかったりするんですよね。実は音をまっすぐ伸ばすってすごく難しいんですよ。ちょっとでも体の使い方だったり、息の使い方がブレてしまうと一発で歌声に現れてしまうので、安部さんも歌の基礎力相当高いんだというふうに思います。次いきますよ。力強い力強い舘様。すごくたくましい声質でのミックスボイスですよね。ねのあの日見たドリーム、こういう感じかな。いやー、これは難しい。声の性質上、音が高くなると声が細くなって、低くなると声が太くなる。これがね、自然なんですけど、舘様の今のポイントの最高音は、裏声で基本使うような音域なんですよ。このぐらいの音域。で、声が細くなってもおかしくないのに、しっかり高い音でも胸腔共鳴の響きを使ってるので、中音域ぐらいの声質をキープしてるんですよね。すごいですよ、これは。もう一回聞いてみましょう。いいね。ほら、あの日ぐらいから声質全く変わってないですよね。この声質のキープ力すごいです。次いきますよ。いいね。この力強い舘様の声からのすごくソフトで優しい目黒さんの歌声に変化したこの瞬間の雰囲気の変わりようすごいですよね。今回そういうポイント多いかなっていうふうに思います。力強い歌声が来たら優しい歌声になって、優しい歌声になったらまた力強い歌声になったりとか、声でのシーンの切り替わりもね、魅力的な楽曲。それが SBY なんじゃないかなというふうに思います。もう一回聴いてみましょう。いいね。こうなってくると次どんな雰囲気が待ってるのかっていうのも楽しみになってきますよね。次いきますよ。いいね。そうそう、向井さんのポイントなんですよね、ここは。で、音域が上がったからっていうのも影響してると思うんですけど、無邪気な声質、プラスパワーがですね、歌声に乗ってきていますよね。このパワー感最高にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。最後の高いところのこう切るような鋭い質感の歌声たまらないですよね。次いきますよ。今の渡辺さんの歌い方、すごく全体的に洗練された雰囲気が出てるっていうか、いつものワイルドさではなくて、綺麗な感じに歌っているポイントかなっていうふうに思います。その理由としては、全体的に渡辺さんの得意技であるしゃくりがあんまり入ってないんですよね。一つ一つの音をまっすぐめに伸ばしているポイントっていうか、もう一回聞いてみましょう。
ね。よく聞かないとわかんないと思うんですけど、そのしゃくるかしゃくらないかっていうニュアンスの違いで、全く違う歌の世界観を表現してますよね、渡辺さん。いや、歌の知識量が半端ないですね。この微妙な違いで世界観をガラッと変えるほどの雰囲気を作り出すってすごすぎますよ。次いきますね。いいよね、ここの決めの部分。バックの音がバーン、バーン、バーンに対して、歌のメロディーもですね、そこにアクセントを合わせてるんですよね。なんとでも、楽器体がバーン、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 バーンっていう。ここをね、決めって言います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。何度でものところは決めになってなかったですけど、バックのね、楽器のアクセントと歌のアクセントがかっちり合うポイントですね。次いきますよ。そうそう、ここのね、ラウールさんのね、今まで甘い感じで来てたのに、ここでワイルドさを出すんですよ。めちゃくちゃかっこいいシーンですよね。もう一回聞いてみましょう。シャウトボイスっていうところまではいかないんですけど、こうね、荒々しいワイルドな感じの声質を表現しているポイントですよね。次いきますよ。ここも決めですよね。バーン、バーン、バーン、バーンみたいなね。こう決めがあるとね、楽曲全体がどんどん盛り上がってる雰囲気が出てくるので、ワクワクしてきますよね。次何がやってくるんだろうみたいな。次いきますよ。そう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 。こうね、どんどん声が重なっていくのが、またね、盛り上がってる感じたまらないですよね。次いきますよ。そう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 。うわーいやー、シーンが変わりましたね。ごめんなさい、今。テンションが上がりすぎて自分でも何言ってるかわからなくなってしまいました。いやー、畳みかけてきますよね。やっぱりバックの景色があると、またライブ映像とは違った雰囲気が出ていますよね。で、今回のテーマが多分ね、美なんですよ。僕が勝手に言ってるだけですけど、もう水の上にスノーマンのメンバーが立ってパフォーマンスしていて、で、上には空があって、雲があって、みたいな。で、遠くに見える黒い部分は、これ水平線なのかな山なのかなどうなんだろうなんか自然を基調とした美しさを表現しているミュージックビデオなんじゃないかと思って、その中で歌ってパフォーマンスをするスノーマンも最高に美しいですよね。次いきますよ。そう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 、ここはね、難しいフェイク。ライブ映像の時よりも、こうなんかふわっとね、全体的に歌ってるような雰囲気がしますね。次いきますよ。うわすごいいや、また感動して鳥肌が立ってしまいました。これはドローン撮影して上から映したのかな？すごい綺麗なアングルですよね。そしてこの浮かんでるのが、なんか天使の羽衣みたいな神々しいやつ。いや、もう一回見ましょう。もうごめんなさい。歌声分析っていうかもう映像を単純に見たいです。ほら。うわー。まあ、今回かっこいいっていうよりも美しいっていうイメージが僕の中では大きくて、素晴らしすぎません？で、SBY のメロディーの作り方もね、すごい美しい旋律なんですよ。旋律ってまあフレーズなんですよね。音楽と映像を使った完全なる美なんじゃないでしょうか。次いきますよ。いやー、もう綺麗すぎてうっとりしちゃいますね。いやー、すごく感動しています、僕。次いきますよ。やっぱりこの羽衣みたいなやつがあることによって、僕の個人的な意見ですよ。すごく神がかった美しさが出てますよね。もう何回言うんだっていう感じでしつこくてごめんなさいって思うんですけど、いやもう何度も言いたくなるほど魅力的な美しさが込められてる映像かなっていうふうに思うんですよね。次いきます。
うん。で、ごめんなさい。急に歌声分析に戻るんですけど、今の渡辺さんのポイントはいつものワイルドなかっこいいニュアンスが少しだけ出てますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。少しだけしゃくりが入ってきてるんですよね。ラッサビで盛り上がったからこのしゃくりを使ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。ではラスト、ワンフレーズいってみましょう。あ、なるほどね。今、感じながらと、stand by me って音質変わったの皆さん気づきましたか？感じながらのところは、リバーブって言われる残響音とエコーって言われる山彦成分がですね、音質加工されて歌声に混ぜた状態で音が流れていました。で、リバーブっていうのはどういう成分かっていうと、お風呂場で鼻歌を歌った時声が広がっていく雰囲気、あれがリバーブです。で、これレコーディング終了した段階で、必ずって言っていいほど、どのアーティストの裏声にも組み込まれていく音質なんですけど、感じながらのところは、リバーブとエコー。専門用語ではエコーのことをディレイって言ったりするんですけど、この2つが入ってます。その後のですね、問題はここですよ。Stand by me。ここのところで、先ほど言ったリバーブとディレイ、この2つがですね、なくなった状態になってます。で、この2つがなくなるとどういう風な音に聞こえるかっていうと、目黒さんの歌声が、例えば、感じながらが、自分のこのぐらいの距離で歌ってくれるような距離感があったとします。で、リバーブとディレイがなくなった瞬間に、Stand by me っていう感じで目黒さんの声がぐっと近づいてくるような雰囲気がするポイントなんですよね。もう一回聞いてみましょう。皆さんそこ注目してください。ほら、ほら、ほら、ほら。ね。言ったでしょ？ここ気づいてる人、どれぐらいいるんだろうな。今回この動画を見てくれた方、ラッキーですね。てか最初から分かってたよっていう風に思ってるスノタンの皆様も多いと思うんですけど、これぜひイヤホンで聞いてください。もっとはっきり目黒さんの声の最後のワンフレーズの距離感感じることができますので、おすすめです。いやー、最後の最後でとんでもない仕掛けがありましたね。以上、SnowMan SBY ミュージックビデオ歌声分析はここで終了です。いやー、最後びっくりしましたね。まさか最後の最後であんな仕掛けが待っているとは。こういった風にですね、細かい分析をしていくと、普段日常的に SnowMan の楽曲を聴いてる時には気づけなかった部分にも気づくことができるんですよね。だから今まで SnowMan の魅力、僕もね、何曲か歌声分析をしていって、ある程度 SnowMan の歌声の魅力、こんな感じかなっていうね、雰囲気、理解したつもりではいるんですけど、毎回 SnowMan の楽曲のですね、歌声分析をすると、新しい魅力だったり、すごい部分に気づくことができるんですよね。これは本当に嬉しいことだなっていうふうに思っていて、一歩でも僕もスノタンに近づけてるって思える瞬間なので、そりゃ嬉しいですよね。でもここまで短期間でスノーマンの魅力をこんなに知ることができたのは、僕はスノタンの皆様がスノーマンのことをいろいろコメントで教えてくれるおかげだというふうに思っています。本当にありがたいです。何よりスノタンの皆様がおすすめしてる楽曲、もう間違いなく最高にかっこいいですからね。だからこれからも皆さんのおすすめの一曲コメントで教えてくださいね。僕は本当にね、皆さん頼りですので、皆さんのお気に入りの一曲ぜひ教えてください。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。